冒頭発言がございます。昨日、岸田総理をトップとする令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部が新たに設置をされました。この総理からは、能登半島の高齢化などに鑑み、新たな交付金制度を創設することや、1月25日に取りまとめられました被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにしっかりと取り組む旨のご発言がございました。私からはまず、能登半島の高齢化の状況や地理的制約などに鑑み、新たな交付金制度を創設し、その支援メニューとして、能登地域6市町を中心に、高齢者等がいる世帯の家財など、住宅再建について、合計最大で300万円を目安とする給付を行うことなどを想定していることをご報告申し上げました。加えて、被災者の医療・健康支援、高齢者への支援について、災害関連死を防止するため、在宅などで避難生活を送る被災者の見守りなどの強化など、支援が必要な方を支える体制を強化していくこと、それから水道施設の復旧状況について、石川県内の断水戸数は約6割が解消しており、一部地域を除き、おおむね3月末に断水が解消する見込みであることなどをご報告させていただきました。以上が昨日の復旧・復興支援本部に関するご報告でありますが、被災地におけるオンライン資格確認の活用状況についてもご報告をさせていただきます。具体的には、オンライン資格確認の災害時モードについて、先月31日までに、石川県、富山県を中心に約2万2000件が利用されており、被災者の方々がマイナンバーカードや保険証を医療機関、薬局に持参できなかった場合であっても、この被保険者番号などを確認しているほか、ご本人の同意の下で、薬剤情報、診療情報、特定健診等の情報を確認することもできております。この被災地に赴いた医療関係者の方々からは、今回、オンライン資格確認等システムが被災者の方々の医療提供に大変に役に立っているというお話を伺っております。厚生労働省としては、引き続き被災地のニーズを真摯に受け止め、関係府省庁と緊密に連携しながら、全力を挙げて被災地の復旧・復興支援に取り組んでまいりたいと思います。また、花粉症についても発言をさせていただきます。スギ花粉の本格的な飛散シーズンに向けまして、厚生労働省では環境省と連携をし、花粉への暴露を軽減するための花粉症予防行動や治療等について分かりやすくまとめたリーフレットを作成をし、昨日の第4回花粉症に関する関係閣僚会議に報告し、発表いたしました。花粉症は多くの国民の皆様が直面する健康課題で、その症状を抑えるには、花粉が飛散し始めるときや、症状がごく軽いときから薬の使用を開始することが有効であることが分かっております。今回作成しましたリーフレットを活用しながら、引き続き広く周知を図っていきたいと思います。詳細については、本日、事務ブリーフィングも行いますので、その際の事務方にお尋ねをいただきたいというふうに思います。以上が冒頭発言です。